2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。2018年にこんなスレが立ちました。これから始まる一致の食の歴史はまるで百科事典のように詳細に展開されます。普段何気なく食べているものが実は日本食ではないかもしれない。一緒に見て確かめてみましょう。日本で原型を失った西洋料理で打線組んだ。どうも、カバエルです。今回は前作、日本で原型を失った中華料理の続編をやっていくで。1番セカンドカレーライス、2番ショートとんかつ&フライ、3番センターオムライス、4番キャッチャー生姜焼き、5番ライト肉じゃが、6番ファースト天ぷら、7番レフトナポリタン、8番サードコロッケ、9番ピッチャー惣菜パン。ぜひとも応援してな。あと前回妙な指摘を受けたんやが、一致は日本人やで。中国を中華って呼んでたんや。今の中国は1949年にできた国だからやで。1番セカンドカレーライス、原型イギリスカレー。元はインドのスパイス料理であるが、この形になったのは宗主国英国においてである。日本に伝わったのは明治初期であり、当時は香辛料の貴重さとあって極めて高価なメニューであった。明治期の牛肉ブームまで海鮮もよく利用されており、変わったところではレシピにカエル肉を使うことを推奨している料理本まであることから、フランス料理の技法が用いられている可能性もあるという。保存期間の長い野菜を使って手頃に作れる煮込み料理であり、かつ白米との相性が良いため、軍隊では早く普及した。陸軍では野営地で匂いの強い食べ物が禁忌とされたため、前線では普及しなかったが、海軍では一つの深皿で食事が完結するという利点もあって、今日まで海上自衛隊名物料理となっている。海軍カレーはゆで卵やサラダ、あと牛乳もセットで供される。海軍で活気を防ぐのに一役買った。また曜日の感覚を忘れないように金曜日にカレーを食べるという習慣もあるという。明治末期あるいは大正前期までには香辛料や西洋野菜の価格も下がり、ハイカラな洋食として日本中に広まった。人参、じゃがいも、玉ねぎといった西洋料理が普及するのは明治末期であるが、これらの野菜が栽培されたのは北海道が最初であり、北海道大学では早い段階でカレーが糧食として登場している。日本料理としてのいわゆる日本式カレーは、とろみをつけた肉野菜にカレールーと呼ばれる香辛料と小麦粉とカレー粉を混ぜて煮込んだ料理であるが、日本においては様々な派生料理が誕生しており、北海道のスープカレーや大阪のドライカレーのようなご当地カレーも多い。カレー南蛮そばやカレーパンなどのように別の食材に利用されることも多く、またスナック菓子の風味としても非常に人気が高い。2番セカンドとんかつ&フライ、原型フランスコートレット。もともとは子牛肉をスライスしたものに細かいパン粉をつけてフライパンなどで炒め焼きするフランス料理であった。しかし箸のみを使って食べるのが難しく、また一食一食をフライパンで調理する際の火加減も難しいため、大衆向け料理とはならなかった。これを高価な牛肉ではなく豚肉に変え、さらに天ぷらの技法で油に泳がせる料理にしたのが豚のコートレット、すなわちとんかつである。夏目漱石お気に入りの煉瓦亭では温野菜を添えてデミグラスソースをかけてナイフとフォークで供する品として登場した。
後に手間のかかるデミグラスソースや温野菜はウスターソースとキャベツにとって変わった。キャベツには油料理の胸焼きを防ぐ効果があり、また手間もかからないためよく添えられる野菜である。ウスターソースもまた本場イギリスのウスターシャソースとは似てもジャパニーズ魔改造の一つである。香辛料を効かせたとろみのある甘いソースは日本独自の調味料であり、これまた日本中にご当地ソースが存在する。詳しくは飯花刑事立花おすすめを参照。この料理がとんかつになったのは昭和初期である。カツを包丁で切り分け、茶碗飯と漬物と味噌汁で食べさせるという和定食のスタイルを始めたのは御徒町の洋食店ポンチ軒とのこと。3番センターオムライス原型オムレット。オムレットと呼ばれるフランスの卵料理の中にケチャップで炒めたチキンライスをくるんだ料理である。ケチャップまたはデミグラスソースをかけて供される。レンガ亭が発祥とされているが、この時点では卵の中に炊いた白米を混ぜて作ったオムレットであり、これは忙しい厨房でもスプーン一つで食べられるようにと考案された。白米大好きな日本人らしい発想である。今日イメージできるオムライスに近いのは北極星のオムライスである。こちらではマッシュルームと玉ねぎを入れたケチャップライスを薄焼き卵で包んだ現在一般的となっているスタイルである。大正末期にいつも白飯とオムレツを頼んでいた胃の弱い常連客のために、同じものばかりではかわいそうだからという店主の思いから生まれたとされる。またこの時点でのオムライスは茶巾寿司の発想で薄く焼いた卵でチキンライスをくるむお手軽料理であった。伊丹十三の最高傑作タンポポ名作では、皿に盛ったチキンライスの上に中が半熟のプレーンオムレツを乗せ、食卓でそれに切れ目を入れて全体を包み込むように開くという方法が紹介された。これは本当に伊丹十三が発案し、東京日本橋にある洋食屋の老舗大名軒が作り出したもので、現在はタンポポオムライス伊丹十三風という名前で供され、店の名物の一つとなっている。これはオムレツ作りに本格的な技術が必要であり、まさに名物料理となりうる技術力の高い料理である。なお、これをチキンライスではなく焼きそばを乗っければオムそばとなる。4番キャッチャー生姜焼き原型フランスポークソテー。もともとは熱い豚肉をバターで炒めた肉料理であり、デミグラスソース等をかけて供されるフランス料理である。日本で養豚が始まったのは関東大震災後であり、それまで豚肉は高級品であったが、豚肉が庶民に広まるにつれて発達した家庭料理に近い。あるいは明治期に登場したすき焼きか、あるいは江戸時代のももんじ焼きがルーツかもしれない。日本人は甘辛いタレを好み、さらに牛肉特有の匂いを消し去る調理法がよく発達する。生姜による匂い消し作用と濃い東京風味の甘みによって豚肉を美味しく食べるために発達した料理だったのであろう。ちなみに生姜は胡椒と同じく中世西洋で珍重されたスパイスであり、財産として保持するために保存加工が必要な食材と認識されている。つまり西洋に生の生姜が入ってくるようになったのは比較的新しい。このため西洋では生のまま使うことは少なく、ドライジンジャーとしてクッキーなどに混ぜて使うことが多い。生の生姜の作用をフランス料理に応用した日本独自の洋食と呼ぶことができるであろう。シンプルながらも西洋の食材と東洋の食材をうまく融合させた至高の一品である。5番ライト肉じゃが原型イギリスビーフシチューアイリッシュシチュー。肉じゃがは
日本の煮込み料理の一つである。肉、じゃがいも、玉ねぎ、糸こんにゃくなどを油で炒めてから醤油、砂糖、みりんで甘煮にしたもの。肉は牛肉、豚肉、鶏肉などが使用される。カレーライスと同じ素材を使うために補給の都合がよく、軍隊の食事として全国的に導入された。海軍では馬煮、陸軍では牛肉煮込みとしてそれぞれの調理指南書に登場している。カレーライスと同じ素材を使うという一点において、これが帝国陸海軍の食料補給に都合が良いがために軍隊で普及した料理であることに間違いない。さて、肉じゃがの起源については3つの説がある。東郷平八郎が舞鶴陳主府司令官時代にビーフシチューを作れと炊事長に作らせた。東郷平八郎が呉陳主府参謀長時代にビーフシチューを作れと炊事長に作らせた。そもそも全く関係なく、筑前煮や煮しめの延長線上として自然に発生した。東郷が作らせたというのは神格化された人間によくあるおとぎ話のように思えるし、何より寡黙壮重な東郷が陳樹府での飯に文句をつけたとは考えにくい。何より英国に留学していたのだから、赤ワインやトマトやバターの存在を知らないわけがなく、とにかくあるものでビーフシチューを作れのような愚かな命令を出すとは思えないのである。とはいえ、この辺りは舞鶴と呉がお互いに面白がって始めた遊びということもあるし、日本海軍および東郷のファンは日本以外にもたくさんいるので、ぼやかして観光資源にするのが賢いだろう。邪馬台国起源説と同じく、この辺りはぼやかしておいた方が何かと都合が良いこともあるのだ。ただし、肉じゃがはアイルランド名物料理のアイリッシュシチューにそっくりだという考察もある。もし東郷が英国留学中に食べたのがアイリッシュシチューであり、これを再現させたのであればなるほどと合点がいく。呉か舞鶴がアイルランドの都市と交流を深めるきっかけになってくれれば、これほど素晴らしいことはないだろう。スパゲッティのことパスタっていうやつ。応援も何もフランスのオムレットと日本のオムライスを並べとるやつの何を応援性というんや。フランスのオムレットはケーキのスポンジ生地を丸く焼いたものに、クリームなり果物なりをサンドした食い物ちゃうんか？それ、オムレツケーキのことやで。少なくとも19世紀にはフランスでも今のオムレツの形のことを指すし、世界中にあるオムレツはこっちの概念や。オムレツケーキを今のオムライスの原型というのは無理があるで。寿司は本来は慣れ寿司だけを指す言葉だから、アメリカ寿司の原型は握り寿司じゃなくて慣れ寿司というのと同じやないか。6番ファースト天ぷら、原型天ぽうろ。この打線では唯一の江戸時代からのレギュラーである。16世紀にラードで食材を揚げる料理として長崎天ぷらとして登場したが、獣の油重視が手に入らない日本で普及するはずもなく、典型的なしっぽく料理として名を残すだけである。しかし食材に小麦粉で衣をつけて油で揚げるという発想そのものは西日本各所に広まり、地域によってさまざまな発展を遂げた。例えばさつま揚げは典型的である。漁獲量の多い地域で魚をすり身にして油で揚げて保存性を高めるこの料理は、西日本では天ぷらと呼ばれることもある。そばと違って飲用水の確保が不要であり、また比較的すぐに作れるファーストフードであることから、江戸で屋台料理としてよく発達した。そもそも調理に大量の油を使うという発想は豊かな国の発想である。以前の過去作で中華料理を指して油を多用すると考察したが、これは富裕層の調理の話であり、
原則的に庶民はそのような料理を常食できなかった。むしろ中華において庶民でも油が多用できるようになったのは20世紀の満州大豆の普及によってである。本来油とは高価な食材なのだ。そもそも油は食べる以外に照明用という利用が可能であり、また大量に摂取すると胸焼けを起こす。江戸時代は260年間の間、戦乱らしい戦乱がなく、農業技術が発達し、商品作物である油の生産量が非常に増えたため、安価に油を使うことが可能になった。この恩恵を受けて登場したのが、ごま油で揚げる江戸天ぷらである。なお、本来は江戸料理であったこの料理が全国に普及したのは関東大震災以降である。職を失った天ぷら職人が各地に移ったのがきっかけらしい。また、屋台料理としての天ぷら屋は姿を消した。おそらくは衛生的な理由と西洋化著しい東京の道路で通常の調理火災以上の危険がつきまとう揚げ物の屋台が敬遠されたのが原因か。江戸時代頃の天ぷらってどういう食材を揚げてたんや？その辺は今とあまり変わらんのかな。レンコンとかの歯ごたえのある野菜か、あるいは車エビ、アナゴ、ハゼ、キスみたいな魚介やで。変わったところではよく取れる青柳なんかも揚げてたらしい。なお、江戸三大ファーストフード、江戸そば、天ぷら、寿司はすべて車エビ、青柳、海苔の3つが登場するんで、よっぽど取れたんやろうね。青柳はちょっと想像がつかないんだ。3月、エビやアナゴは当時も食べてたんやな。青柳ってバカ貝のことかな？わいもわからんけどホタテの天ぷら的な感じっぽそう適当。イクラは日本では鮭の卵の醤油もしくは塩漬けを指すけど、語源はロシア語で魚卵だからキャビアもタラコもトビッコも、数の子もイクラなんだよな。とんかつはシュニッツェルが元だと思ってた。こんなこと言うのも野暮なことやと思うんやけど、コテつけてまで打線スレをシリーズ化する必要ってあるか？やで。ちなみにそばは幕府が16文と決めたんでそのまんまなんやが、トッピングものでは花巻き、もみのりそばとあられ、青柳、貝柱そばが24文で同じ価格だったらしいで。しかもあられの方は海苔が敷いてあるんでちょっとお得なメニューだったそうや。ロシア語由来だったりアイヌ語由来だったりの言葉が北海道の食材には多いで。ドイツ料理は日本ではあんま流行らんかったな。バルトの楽園で見たんやが、第一次世界大戦のドイツ人捕虜がオーケストラ大工や食肉加工のハムを日本に広めたんやと。バスキン・ロビンスのこと31っていうのも日本だけやろ。日本のマヨネーズはとにかくうまいらしいな。7番レフトナポリタン、原型スパゲッティ、アマトリチャーナ。これも有名な話だが、イタリアにナポリタンという料理は存在しない。強いて原型を挙げるならば、イタリアのアマトリチャーナが近いらしいが、豚頬肉、羊のチーズ、トマトというあまり馴染みのないソースである。日本式のナポリタンの特徴はこんな感じである。味付けはケチャップ、ウインナーソーセージの薄く輪切りにしたもの、缶詰のマッシュルームや玉ねぎやピーマンなどの野菜、汁気が飛ぶまで炒める。さて、この料理だが実はイタリアよりもアメリカ料理の方にルーツがあるかもしれない。アメリカは日本を小麦輸入国にさせるために GHQ は日本人の食文化に大きな影響を残していった。前回紹介した通り、アメリカからの食料支援であるララ物資では米などなくトウモロコシや小麦粉がメインであった。戦後間もなくの日本の都市生活者は米を食うことができなかったため、
さまざまな小麦粉料理に親しむことになった。まず最初にラーメンという形で麺の工業化が進み、さらに昭和30年代にはスパゲッティの工業生産が可能になった。この時、主な食料輸入元であるアメリカの文化としてスパゲッティミートボールが紹介されたのではないだろうか。そもそもケチャップはアメリカで生まれた香辛料である。アメリカのウスターシャソースが日本でウスターソースになったのと同じように、アメリカではトマトを使ったケチャップが考案された。日本のウスターソースがそうであるように、このケチャップも万能ソースとしてアメリカで認識されている。日米は共に甘じょっぱい味が大好きであり、ケチャップも日本の食文化に急激に取り入れられていった。バジルやニンニクやオリーブオイルなど手に入らず、トマトなどの新鮮な野菜の入手も怪しい時期に、日本ではケチャップとひき肉さえあればなんとか形になるこのスパゲッティが普及したのだろう。また、日本の復活には漁業産業が大きく関わっており、その過程で考案された魚肉ソーセージが具材として代用できたのも大きいだろう。なお、パスタは麺類を意味する言葉であり、スパゲッティは太さによって名称が変わるパスタの一つである。日本で言えばうどん、きしめん、にゅうめん、冷麦、そうめんのようなものである。個人的にはパスタ食べるは麺食べると直訳されるのでいまいち好きになれない。普通にスパゲッティと呼べば良いのではないかと思う。やる気なくなったからやめてもいい？めっちゃ文章うまいんで見てみたいわ。一致と感動を共有できてよかったで。何度も見返しちゃう。続き待っとるでー。8番サードコロッケ、原型フランスクロケット。カレーライス、とんかつと並ぶ大正三大洋食である。フランスではクロケットと呼ばれる料理であるが、中身はじゃがいもの代わりにベシャメルソースが使われている。これは日本ではクリームコロッケと呼ばれる料理であり、コロッケの普及後かなり時間が経ってから定着した。ただし本物のクロケットは油で揚げる料理ではなくオーブンで焼く料理。日本では北海道開拓と同時にじゃがいもと人参と玉ねぎが普及し、それを家庭でどのように消費させるのかが最重要課題であった。この中で玉ねぎはネギの代理としての利用方法が様々にあり、人参はこの中では唯一生食できる食材であるため、漬物等に使われて普及した。これまで日本料理には存在せず、そのままふかしただけでは白米のおかずにならないじゃがいもを家庭で消費させたものがコロッケである。先日のウスターソースとの相性が抜群であり、腹持ちが良い料理であり、また冷めてもある程度味を保てることから大正時代に人気の高い惣菜となった。大正前期までクロケットとしてのコロッケは高級フランス料理であったが、あるシェフの手により日本中に普及することとなった。大正中期、東京長楽県のコック安倍清六はじゃがいもを主にした揚げるコロッケを考案し、店頭での大量生産を可能にした。彼が昭和2年に立ち上げた精肉店銚子屋でこのコロッケは大ブームを巻き起こし、肉屋の惣菜としてのコロッケの地位は揺るぎないものとなった。日本ではコロッケは家庭で作る料理というよりも肉屋や惣菜屋で購入する料理として普及し、安価な惣菜としての地位を保っている。バリエーションが豊富であり、里芋やさつまいもやかぼちゃで作るものもある。この中で最もおすすめしたいのはポテトサラダコロッケである。ポテトサラダを具にしたコロッケであり、適度な歯ごたえも楽しめる最高のコロッケである。9番ピッチャー惣菜パン。打線では唯一固定の料理名ではない調理法である。
日本では高級料理であるフランス料理の一つとしてパンの製造方法が明治期に伝わったが、信長のシェフでやっていた通り戦国時代には日本に紹介されている。ただしキリスト教との関わりが深かったことを敬遠されてか、その後江戸時代には普及しなかった。本格的にパンが食べられたのは明治初期である。明治初期にパンが伝わったのとほぼ同時に木村屋があんパンを考案したらしい。その派生としてジャムパンやクリームパン、コロネなどのさまざまな菓子パンが登場した。日本人は基本的に甘いものが好きなのである。またおそらくはロシアのピロシキに触発されたであろうカレーパンや揚げパン、ホットドッグの発想から出たものでは炭水化物プラス炭水化物なコロッケパン、焼きそばパンなどさまざまなものが存在する。パンに何かを挟むという発想自体はサンドイッチやホットドッグなどさまざまな国と地域で生まれる概念である。しかしこの中でも日本の惣菜パンの種類の多さは群を抜いているだろう。ベーカリーにさまざまな菓子パンが並ぶ姿は他の国では見られないという。もし日本のパン職人が海外に進出するのであればぜひとも応援したいものである。また日本の食パンは海外のパンに比べると非常に柔らかいと認識されている。本来例えばフランスパンは外側はクリスピーで中はふわふわもちもちであることが最上だとされている。基本的に日本の食民は歯ごたえを楽しむ料理を好むものの食いちぎれないような歯ごたえの料理を好まない。これは中華でも同じであることからおそらく箸文化と関係があると思われる。ほい以上や。ちゃんと言及したで。いっちもパスタって呼ぶのちょっと抵抗あるんや。マジでマヨネーズの個人輸出っていうか密輸出なんやがめっちゃ儲かりそうやな。生卵使ってるんで衛生的な問題で輸出入があかんのや。ロシアが狙い目やで。ドリア忘れてた。ちょっと控え選手として今から書きます。ザッハトルテは本場のと同じなんか？さあ、日本ではあんま見んからな。バームクーヘンの方が人気やろ。これも第一次世界大戦で捕虜になったカール・ユーハイムってやつが日本に広めたんやね。北極星って大阪のかいな？代打の切り札ドリア。1930年、米食彼岸民族日本のために横浜のホテルニューグランドの料理長が日本で考案した料理がドリアである。とかく日本人は米が大好きで、食事に米が使われていないと満足感を得られないので、洋食もご飯によく合うように、あるいはご飯を中に詰め込むという魔改造がなされる。料理方法としては、米料理をグラタンに仕込んだだけのものであるが、米とグラタンに2つのソースを使うことができるため、調理の幅が大きい。発想としては菓子パンと同じくらい安易であるものの、さまざまな種類のドリアが日本に存在する。シーフードドリアやチキンドリアといったバリエーションが有名である。ホワイトソースとチーズの焼き加減が肝になる料理であるが、チーズを乗せるようになったのは戦後の話である。ちなみに米が取れないフランスではこういった米をメインにした料理は少ない。元になった料理はパリのレストランが創作した料理で、イタリア・ジェノバの名家ドリア一族のために作られたものであったことからこう名付けられた。この料理はキュウリやトマトなどを使ってイタリアの国旗の色である緑、白、赤を配色したり、トリュフが使われた料理で日本の一般的なドリアとは異なるとのこと。7番レフトナポリタンは原型スパゲッティアマトリチャーナではなく、アメリカのスパゲッティミートボールが原型というふうに訂正した方がいいかな。訂正。1番カレーライス
原型イギリスカレー、2番とんかつ&フライ、原型フランスコートレット、3番オムライス、原型フランスオムレット、4番生姜焼き、原型フランスポークソテー、5番肉じゃが、原型イギリスビーフシチューorアイリッシュシチューor筑前煮、6番天ぷら、原型天ぽうろ、7番ナポリタン、原型スパゲッティミートボール、8番コロッケ、原型フランスクロケット、9番惣菜パン、原型クエスチョン、先発ドリア、原型フランスドリア、中継チキンライス、原型イタリアピラフ、抑えタコライス、原型タコス、中継チキンライス、原型イタリアピラフ、チキンライス、オムライスに入っているケチャップで炒めたご飯である。戦後、おそらくはナポリタンの普及と同じ時期にケチャップで炒めるようになったが、元は大正時代にチッケンライスとして広まった鶏肉、人参、玉ねぎを加えて炊いた西洋風の炊き込みご飯を指す料理である。おそらくはピラフを原型として考案された料理である。現在のチキンライスは炊いた米を使う。このため発想としてはチャーハンに近いが、米と鶏肉を掛け合わせた料理は東南アジアにはたくさんあり、この料理はそのバリエーションの一つであろう。大正時代にはキリスト教会によるクリスマス慈善会という集まりがあり、そこでは個人に食事が振る舞われた。鳥を大量に手に入れるのが難しかったためか、クリスマスにつきものの七面鳥の丸焼き的なものが日本では普及しなかったが、キリスト教徒にとって重要なこのクリスマスに西洋的で豪勢な感じがするチッケンライスをその代用としたのだろう。チッケンライスはおむすびの形で孤児に振る舞われたという。ボランティアスタッフの優しさがにじみ出るいいエピソードである。抑えタコライス、原型米タコス。タコライス、アメリカのテックスメックス料理の一つであるタコスを参考にし、沖縄で発祥した米料理である。タコスはトルティーヤと呼ばれる皮で辛く味付けをしたひき肉や新鮮な生野菜を包んでソースをかけた料理の総称であり、これを具としてご飯にかけたのがタコライスである。米国の沖縄占領時代に生まれた料理だと思いきや、実はその発祥は1984年と非常に新しいものの、沖縄では非常にポピュラーな料理である。タコライスの具は下記の通り、牛ひき肉にスパイスを入れたタコミート、千切りチーズ、レタスやトマトの生野菜、チーズとひき肉によるボリュームとたっぷりの生野菜が南国の気候にマッチした料理である。ただ、タコスの具をご飯にかけただけという評価には疑問符がつく。そもそも日本ではタコスそのものがあまり普及しておらず、アメリカから進出したタコベルが一度は撤退したほどである。この中で日本人にマッチするようにご飯にかけて提供したというのは、それはそれで評価されるべきであろう。それじゃあそろそろ寝るで。あとドリアー族ではなくドリア一族な。もし質問とかこれはどうってのあったらぜひやで。今更やが2番と4番は逆だったなと思ってるんだ。とんかつ最強やな。一致は何者なんや。いろんなこと詳しすぎやろ。わいも面白く読ませてもらったわ。ためになる雑学だな。カツ丼とかどうなんやろ。カツ丼か、失念しとったが、すでにとんかつが出てるんで勘弁してくれめんす。天丼とか親子丼とか牛丼もそうやが、日本人は何でも甘辛くしてご飯にかける民族やな。あと訂正や。日本では人参が明治以降に普及したと記述したんやが、実は江戸時代にはすでに東洋人参が来てたんやね。煮しめとかの定番だったのかもしれんな。が、日本全国区で普及してたのかというとそれは怪しそうやな。
そもそも江戸時代は米が市場の商品作物で、それ以外はほとんど休耕食物のような扱いや。そら活気も発生するわな。米ばっかりじゃなくて他の作物もバランスよく作ってよく庶民と武士が食べてれば、おそらく飢餓も活気も発生しなかったと一致は思う。じゃがいもも江戸末期には一応入ってきていたそうなんやが、日本での普及はやはり札幌農学校、現北海道大学のおかげやろうな。意外なことにセロリは清正人参として江戸時代にすでにあったそうな。次は日本で原型を失ったイタリア料理にしようかと思うんやが、ピザ、ナポリタン、タラコスパ、生ハムメロン、ドリアしか思い浮かばん。助けてクレベンス。鶏ハムなんかも入れてええんやろうか。手羽先唐揚げはアメリカ料理やしな。バーニャカウダーは日本でかなり有名でいろんなアレンジがあるが、本国では有名ではないのでありかな。ポテトサラダも世界各国にあるが、コロンブス交換を言い訳にイタリア発祥と言えるかな。ピラフも元は中東料理とはいえイタリアで通じるか。日本で魔改造されたイタリア料理の方がええかな。それともアメリカで魔改造された他国料理の方がええかな。食に関しての知識量や情報量が豊富で見てて勉強になる。一致から得た食事に関する情報は学びが深く、特にとんかつが日本食でないという事実には驚きました。続きがあるのかどうか興味が湧いて待ち遠しいですね。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。